はい、こんにちは。建築写真家の田岡です。いつもね、私の YouTube チャンネル田岡メラご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっと建築写真家という立場よりもですね、工務店プロデューサーとかね、建築プロデューサーという肩書きでもお仕事をさせていただいてますので、今日はその視点でのお話をちょっとさせていただきたいと思います。いつもはね、いろんな、セミナーでね、開催するとそういうお話をさせていただいてるんですが、ご存知の通りこういうご時世でですね、私自身セミナーの活動も今ピタリと止まっている状態です。またいずれ復活させてね、セミナーで登壇させていただくというね、お話も今ちらほらいただいてますので、またいずれはそういった場所でもね、お話できるんじゃないかなとは思ってますが、それでもね、やはりみんなにね、こういった形でちょっといろいろ伝えたいことがいっぱいあります。私自身ですね、写真を使ってセルフプロデュースしましょう、プロモーションしましょうっていう、そういう投げかけをずっとしています。で、今日はですね、この今スライドに出てますセルフプロデュースの6つの戦術ということで、1から6つね用意してるんですが、今日は1つ目のね、セルフプロモーションという人材を育成しましょうという、そういうお話をさせていただきたいと思います。じゃあこのセルフプロモーションというねことはどういうことか、皆さんこのグラフ何だか分かりますでしょうかね。1988年から始まり、未来の2030年まで、今最近だと2020年だとね、数字上はまだ確定ではないので推移という形にはなってますが、このグラフはですね、この住宅建築業界のまず現状を知りましょうということで、これ住宅の新築着工棟数っていうんですね。この数の推移なんですが、昔はですね、バブルのね、時代の頃には160万戸とか167万戸っていうね、数字をね、叩き出してたんですが、もうご存知ない方も多いかもしれませんが、僕とね、同じような年代の方とかそれ以上の方だと、もうそれこそバブルは経験されてるかと思うんですが、私がちょうど大学を卒業する頃にですね、バブルが崩壊しました。一気に就職難というねことになりまして、時代が冷え込んだんですが、その時にですね、約130万戸ぐらいまで住宅の着工棟数って減ったんですが、その後ですね、実はね、回復してきます。163万戸まで回復実はしてるんですね。で、この後にまた一気に118万戸まで落ち込んでる時期があるんですが、この頃って実はね、山一証券さんとか北海道拓殖銀行さんが破綻した時です。実にね、バブル崩壊よりもね、激しい落ち込みを住宅業界は実はしていたと。で、その後ですね、ずっと120万戸前後ぐらいをね、行ったり来たり、日本の経済政策をね、やっぱりそういう背景の中でね、住宅業界ってやっぱり動きますので、ずっと120万戸時代が続いて、で、もう160万戸だ、170万戸だなんていう時代をもうやってこないだろうというふうにもこの頃からは言われてました。で、皆さん記憶にも新しいと思うんですが、なんと2008年の9月にリーマンショックが起きます。そのリーマンショックがね、起きることによってですね、もう100万戸を割ってしまって、もう二度と100万戸を超えることがないという時代が、この今2010何年、20年まで続いていると、そういう時代なんですが、この今回のコロナでですね、さらにガクンとこのグラフ以上のね、落ち込みが僕はあるんじゃないかなというふうに思ってるんですが、これなぜこういうお話をするかというと、やはり業界的にもう必要のない、要は棟数がないということは、それも必要がなくなるということですので、業界の会社が、淘汰されてしまうということが、もう如実にこの数字が表しているんだというお話をしています。ですからやっぱり業界的にはね、危機意識を持っていただきたいなというふうに思うのと、さらにはですね、もう一個僕が示している数字というのは、この休廃業解散件数と倒産件数です。この関係性。実は企業の倒産件数、最近まではね、だいたい1万件は切ってまして、2018年で8200件というね、数字なんですが、倒産件数ではなくて、もう休廃業解散、もう自らもう会社畳もうやめよう、ね、承継できる人もいないし、お客さんもね、このまま来ても減っちゃって、赤字になっちゃって借金こしらえるよりももう店畳んで閉めた方がいいだろうっていうふうに自発的に辞められる会社っていうのは実は倒産件数のなんとね
5倍以上ですよね。これ46,000件。で、これはですね、おそらく、あまり知られてない数字なんじゃないかなとは思っています。で、実はですね、この倒産件数っていうのは、最近までは、実は減り続けてました。これでまた今年からはね、また急増するんじゃないかとは思いますが、減り続けてまして、さらに、休廃業解散件数っていうのは増え続けてたという相反する関係性があったんですね。ですから倒産はしなくてもですね、休廃業解散をする件数は実に増えていて、実にその4分の1から下手すると3分の1は建築業界だと言われているグラフになります。この建築業界、その分ですね、やはりちゃんと淘汰されているというね、ことになるんですよね。この数字が物語ってます。非常に僕としては残念だなと思います。技術だとか、そういう品質、クオリティを持っている住宅会社さん、建築会社さん、ゼネコンさん、多分いっぱいあると思うんですよね。職人さんも含めて。ただそれでもですね、仕事がなくなってしまうとか、仕事にありつけなくなるということで、こういう休廃業解散倒産に追い込まれていくという現実は、やはりあるということは、何か原因があるんだろうというふうに僕自身思ってですね、それを何か打破しないといけないだろうということで、その問題点というのを考えてみました。で、この問題点、僕全部で5つあると思ってます。1つ目が入居後のお客様のアンケートの、不満項目をね、改善していないんじゃないかということ。2つ目は事業計画目標が曖昧。ね。例えば年間何棟やろう、何億やろうっていう漠然とした目標は会社としてね、立ってて、社員がそれを共通でね、認識している会社さんもあるかとは思いますが、じゃあなぜその根拠になるね、事業計画なのかっていう目標が実は曖昧だったりする。で、3つ目は、営業設計工事サービス経理のね、業務ルールが、これがまた曖昧と。マニュアル人間というのがね、揶揄されて、肯定も否定もしませんが、マニュアルがない方がいいんだっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、でもルールがないということは、多分これはね、不平不満に結びついてしまうので、僕は少なくともマニュアル化されたルールがある程度ね、最低限のガイドラインみたいなのは僕はあった方がいいかなと思っています。で、4つ目はですね、2つ目にもちょっと近い内容なんですが、粗利益の目標が明確ではないと。要は目標が達成して利益がね、本来なら出るはずなのになぜ出ないかっていうと、原価管理の意識がなかったりすると、僕は特に経営者になってね、自分で気づくようになったんですが、やはりコストだとかそういったものをね、無駄に使ってしまうと、やはり利益が出なくなってしまうと。僕の会社がね、やっぱりそういったものでちゃんとできるようにしないと自分自身もいけないなっていうのは常日頃思うんですが、なかなか僕もね、そういったことがちょっとできないたちなので、良くないんですが、それでもね、建築会社さんってそれなりの額をね、やっぱり扱ってますので、そういった意識を、スタッフだとか社員にね、浸透させるということが非常に重要なんじゃないかなと思っています。で、5つ目のこの一番僕がこの建築業界のね、淘汰が進んでいる理由はこれだと思っています。5つ目、もうウェブと広告宣伝手段が他人任せと。もうよくわからないとか、例えばウェブはあるけど更新ができないから放置。やりたいと思ってできないからそれが遅れてしまって遅くなっちゃう。で、一番難点なのが多分継続できないんですよ。継続をするということがなかなかできなくて、どうしても、ウェブサイトだったり、最近だったらインスタグラムだとかフェイスブックはあるけれども全然更新ができてなくてダメなんだというふうになっちゃうので、とてもですね、そういったことができなければブランディングができなくなってしまって、強いて言うと逆にそのブランディング力が悪くなってしまって信頼されない会社になってしまうということになります。僕はこのウェブ広告宣伝手段が他人任せになってしまうということが一番大きな原因なんじゃないかなと思っていますので、これらをですね、やはりちゃんと工務店さんの方でできるようにしていきたいなと。で、ウェブ制作に関しての、お話もちょっとさせていただくと、ここにスライドに出てますが、費用的な面で言うとね、どうでしょう。僕はこれがいいとか悪いとかっていうよりも、やはり建築屋さんっていうのは原価というね、コストの面で非常にシビアなことを多分考えながらやられていると思うんですが、ほぼほぼ人件費であったり、ね、
そういった企業の経費だったりするのが僕はウェブ制作費かなというふうに思っています。そういった意味でね、これらの内容を僕は建築会社さんが自分たちでもね、できるような仕組みになっていった方が僕はいいんじゃないかなというふうに思っています。さらにね、掘り起こすとこういうウェブ制作費の内訳、これが正しいのか間違ってるのかっていうね、考え方にもよるので、一様にもこれを肯定はしませんけれども、でも少なくともですね、僕が実に見た目にかかっているデザインだとかシステムの原価っていうのは、ウェブサイトっていうのはおそらく 30% から 60% 程度だろうと。これ建築会社から見て半分占める利益やコーディング費用っていうのは最もかけたくないウェブ制作費の一つだと僕は思っています。ですからこういった経費を抑えながらですね、自分たちでもできるという技術や知識がまとわればですね、建築会社さんっていうのはものすごく情報発信を早い頻度で、しかも更新の度合いも高く継続できると思っていますので、ぜひね、こういった意識を持って今後はですね、セルフプロデュースプロモーションできる人材を社内に抱え込めるようにしていったらどうかなという、これは僕の提案ですね。現にですね、僕がお付き合いしているいろんな建築会社さんを見てると、社内にやっぱりこういった IT だとかウェブだとか SNS が得意な人材っていうのが必ずいます。で、そういう人たちが活躍して、やはり建築会社さんの売り上げだとか集客だとか、そういったものに携わって大活躍しているという現実があるので、やはりそこに目をつけていただけるような建築会社さんになった方が僕はこれからの時代いいんじゃないかなというふうに思ってますので、ぜひですね、そういったことを考えながら、またちょっといずれ住宅建築プロデュースの原理原則なんていうね、ことも私講義だとかセミナーでやらせていただいてますので、そういったことのねお話もちょっとさせていただこうと今後は思ってますので、今ちょっとスライドで出てますけれども、今日はこれぐらいにさせていただいて、また次回こういったお話をどんどんしていければなと思っています。しかもそれをですね、ちゃんと建築写真と絡めてね、どういうふうにするとこういうふうになれるんだとか、こういうふうにしていけるんだっていうことを、もう少しね、僕もちょっとうまくね、ストーリーを考えながらお伝えできるようになるといいかなと思うんですが、まだその辺がちょっとうまくできない部分に関してはご勘弁ください。でも、こういったね内容を聞けるんだったら嬉しいなと思っていただける方いましたら、ぜひチャンネル登録の方をしていただいて、今後もご視聴の方楽しみにお待ちください。今日はどうもありがとうございました。